今回の動画は5月22日に実施されたバージョン周囲3期先行予告番組の内容をまとめたものとなります。次のバージョンでは新職長が引いたことで現れた新たなエリア、造建国の探索が中心。管理人たちはこの新たなエリアで燕国が残した技術遺産を探すことになるようです。また、このエリアには物語に出てくる燕国の任侠が秘蔵書を隠したとのことで、チェンも張り切っている様子。今回に関してはネファリスの脅威が去ったことからもわかる通り、ちょっとした休息のストーリーになるということでしょう。なお、今回のエリアでは新たな表現であるボリュームクラウドを全プラットフォームに追加。より自然な風景を表現することが可能となっているようです。続いて新たに実装されるオペレーターの一人であるミフの性能紹介。ミフは物理タイプの前衛オペレーターで、敵に物理脆弱を付与し、戦技で高いダメージを叩き出すアタッカータイプ。詳細な性能についてはまた別の動画で行うとして、今回は大雑把にミフの性能を紹介。通常攻撃は4連撃の物理ダメージを与えるというものですが、これまで実装されてきた体験オペレーターと比べるとかなり動作が機敏な様子。戦技はかなり特徴的な性能で3つの段階が存在。1つ目は敵を自身に引き寄せる効果。または敵を引き寄せることができないのであれば、ミフが敵に近づきます。1段階目の戦技の発動に成功すると2段階目の戦技が発動。2段階目の戦技は猛撃となり、敵に命中させた時に相手にクラッシュが3以上付与されているのであれば、戦技は一定時間、3段階目が発動できるようになります。そして3段階目はクラッシュを消費せずに猛撃ダメージを与えるとのこと。また、消費 SP はゲージを見た限りでは、1段目は100消費の50変換、2段階目以降は50消費となるようです。連携技は相手のクラッシュの数が3以上で発動可能。目標にダメージと物理脆弱を付与し、戦技を2段階目に移行させるという効果。つまり、1段階目の引き寄せをスキップして、SP 消費を50からスタートさせ、クラッシュ3以上が発動条件なので、引き続き戦技を発動すると、そのまま3段階目に移行するという形の様子。なので合計で SP 消費100で連携技、戦技2段階目、戦技3段階目がミフの基本的な流れとなるようです。必殺技は敵に高い物理ダメージとブレイク、浮遊の効果を与え、さらに戦技を2段階目に移行させるというもの。流れとしては先ほど紹介した連携技の部分が必殺技に変わり、さらに必殺技でクラッシュを付与できるので、クラッシュ2からでも一連のコンボを始められるようになるということでしょう。続いて灼熱タイプの先方オペレーターであるカミーユの性能を紹介。カミーユは先方オペレーターなので、連携技と必殺技で大量の SP を稼ぎ、さらに戦技では敵に弱体化と灼熱脆弱を、連携技ではリンクを獲得できるとのこと。通常攻撃は最大5段でパッと見た感じでは一般的な速度といった印象。戦技は一定範囲内にいる敵に灼熱付着と弱体化、灼熱脆弱を付与。その敵が連携技を受けた時に追加でダメージを受け、撃破されると同じ効果を他の敵一体に付与するという電波効果。カミーユの主に敵に対するデバフを担当するスキルで、見た感じでは初動に打っておけば、ボスに対しては継続的に脆弱を、雑魚的には倒すたびに伝播させることができそうです。連携技は灼熱付着が吸収または消費された時に発動。敵に灼熱ダメージを与えて、対象に戦技によるデバフが付与されているのであれば、追加の灼熱ダメージを与えて、リンクを獲得するという効果。灼熱付着の吸収や消費はレーバテインやロッシが得意としているので、カミーユの戦技で敵にデバフを付与した後にレーバテインやロッシで灼熱付着を消費、連携技を発動してリンクを獲得し、レーバテインやロッシの戦技を使うといいかもしれません。必殺技は広範囲の敵に灼熱ダメージと灼熱付着を付与、同時に SP を獲得。次の戦技が強化連携技となる効果。つまり必殺技で SP を回復して事実上の連携技となる戦技でさらに回復、そしてリンクを獲得するというのがこのスキルで、実質的には事前攻撃が発生する連携技といった雰囲気。SP 回復量に関しては必殺技と連携技合わせてゲージ1本弱は回復しているように見えるので、ゲージ回復量はかなり強力な部類な雰囲気です。今回実装されるオペレーターにはそれぞれストーリーイベントも実装。開放時期に関してはこれまでと同じくオペレーターの実装と同じタイミングとなります。モチーフ武器も合わせて実装。ミフは体験が。カミーユには長い武器が実装されます。なお、ミフのモチーフ武器の気質は中枢エリアとオリジニウム研究パーク。カミーユのモチーフ武器の気質は中枢エリアとエネルギー高地、始祖なので中枢エリアを回るのが手っ取り早いでしょう。いつものオペレーター体験イベントも開催されます。合わせてスタンプラリーも開催。両方のスタンプラリーで各5枚のスカウトチケットを入手可能です。ここからは新バージョンのコンテンツなどを紹介。常設コンテンツとして恒例の映像の記念碑は今回も実装。
イラストを見る限りでは 1.2 で登場した敵ユニットがテーマとなる様子。こちらもボスを撃破すると解放されるいつものボス挑戦モード。カーリーの絵本の無料バージョンも開催されます。いつものすぐに終わる案内イベントも開催されるようです。今回のバージョンのストーリーをクリア後、新たなコンテンツである先見演武がプレイ可能に、コンテンツ内で敵が表記されたランダムなカードを引いて、引いたカードに表記された敵をすべて倒すことで、その敵の戦力ポイントに応じた報酬が得られるとのこと。ただし、ポイントは高ければ高いほどいいというわけではなく、10ポイントが最大値なので、それ以上はオーバーフローしている状態。報酬が下がり、難易度も大幅に上がってしまうようです。つまるところ、ブラックジャックのようなものでしょう。戦闘では設備を使用することができるようなので、超域活性点程度かそれ以上の難易度が想定されているのかもしれません。なお、プラットフォームはレベルアップが可能で、強化していくと報酬も増加。また、1日の上限回数を超えると自由演算モードになるとのことなので、デイリーコンテンツとなりそうです。予告されていた危機契約の内容もお目見え。危機契約の形式はいわゆる旧危機契約形式となる様子。それぞれの指標に1から3のランクが存在し、複数の指標を選択していくことで指標値を上げていく形式です。指標の中には認証指標と呼ばれる他の指標を解放するための前提指標も存在。認証指標を選択することで後方にある指標も解放される。こちらは新規契約の方式に近いものに、認証指標はメリットもデメリットもある指標とのことなので、認証指標で環境を変えた上で後続の指標でさらにカスタマイズしていくということなのでしょう。危機契約の戦闘は4ウェーブ形式で、ウェーブごとにインターバルを挟むという形。インターバルでは回復オーブが出現しますが、時間は無制限というわけではなく、一定時間の経過で自動で次のウェーブに移動してしまうようです。また、映像を見る限りでは敵の攻撃を受けると慣例が付与されているので、おそらく攻撃を受けすぎると凍結が発生するものと思われます。総じて本家の危機契約と同じく、こちら側にステータス面や行動面の制限、敵のステータスを強化して評価値を上げていくイベントといった印象。現状においては映像の記念碑を超える難易度のイベントとなるものと思われます。危機契約の開催前には危機準備イベントも開催。こちらはイベントアイコンからもわかる通り、理性補給の代わりということでしょう。新装備セットとして新たに救報セットと、制覇セットと鉱山点検セットにも防具が追加されます。さらに装飾品も3つ追加。ミフが厄介者の閉じ込めに使用していた檻や、カミーユの思い出に関わる鏡。巨大なロンパオパオの風船も実装されます。新たなバージョンの協約通行証の内容は上記の通り、武器の方はこれまでと同じくミフとカミーユの性能に適合した汎用武器でしょう。ここからはシステムの改修関連。精密加工はこれまでは装備を一つずつ加工に回す必要がありましたが、一括選択をして一度に複数の精密加工が可能に。武器の方には一括処分機能と誤爆による処分ができないようにするロック機能が追加されます。ロック機能は星5以上は全てロックしておくといったプリセットもあるとのこと。また、武庫申請の際に倉庫がいっぱいの際は即座に武器倉庫に迎えるジャンプ機能も追加されるようです。気質厳選機能も回収。事前に気質をセットしたい武器を選んでおくことで、その武器に合致した純粋気質を入手したときは完全適用のアイコンが表示され、さらにその気質は自動でロックされるので、誤って消費してしまうことはなくなる様子。優先したい任務が一発で確認できるようにもなります。個人的にはこの機能のことよりも任務の施主化からの協力要請の文言の方が気になりますが、コントローラーとキーボード操作をシームレスに切り替えできるようにもなるとのこと。地域建設画面には業務一覧画面が追加。商品取引や保管ボックス、環境観測のシステム情報が一つの画面で確認できるようになり、設備の強化などのし忘れを防止できそうです。ただ、映像を見る限りではワープできるわけではないので、ジップラインが不要になったというわけではありません。大型反応炉の方には、いわゆるデッドロックを防止する機能が追加されました。デッドロックの大半は汚水が原因ですが、この追加要素では臨時保管スペースのすべての在庫を消去してしまうことで、無理やりデッドロックを解消するという形のようです。完全停電してしまった際に自動で起動する予備電源も追加。予備電源が起動している30分間は電源なしでも設備が稼働し続けるので、バッテリーの在庫がなくて全設備を撤去しなければならないといった事故がなくなります。工業エリア内とエリア外の送電タワー同士が接続可能に、電力設備の節約が前に押されていましたが、これで強約コアを動かした際の送電切れの問題もなくなるかもしれません。画面外から攻撃を受けそうになった際はエフェクトが派手に出るように、これで不意打ちされる機会は少し減るかもしれません。
フレンド訪問には新たに D ジャンゴに戻る機能が追加。戻る場所を自由に選べるようになりました。デイリークエストの内容も調整され、一部クエストの入手できる活躍度が上昇し、クリア難易度が低下。さらに新たなクエストも追加されます。内容としては、理性消費によって得られる活躍度が上昇。敵撃破によって得られる活躍度の入手に必要な敵撃破数が減少。さらに、デイリークエストに自家商品の購入と手がかりの獲得も追加されます。理性120消費と手がかり獲得、自家商品購入だけで活躍度は80に到達するので、これまでよりも活躍度ためはやりやすくなるでしょう。ここからは今後のバージョンの紹介。バージョン 1.3 はストーリー的にも小休憩となりますが、1.4 でストーリーは再び動き出し、奥義とともに大きな裂け目の封印を目的として北部閉鎖区域に向かうとのこと。そのため、バージョン 1.4 では2つのエリアが新たに開放されるようです。そして新たに人気アイドルがストーリーに登場。角の形やハートの耳飾りなど、どことなくジャールのようにも見えますがどうでしょうか。工業要素には新たに機体の概念が登場。工業システムの方は過去最大規模のアップデートとなるとのこと。また、機体の実装に伴って一部工業ラインは簡易化されるようです。難易度がこれまでかなりの速度で右肩上がりだったので、一度リセットをかけるということでしょう。個人的には難易度の上がり方にはかなりの懸念を持っていたところだったので期待したいところ。新たなコンテンツも実装予定。こちらはベータ1の時まではあったコンテンツに改良を加えたものと思われます。そして写真撮影のシステムも改良され、オペレーターたちはポーズを取ることができるようになるとのこと。装飾品は管理しやすいように独自のスロットも追加されます。また、ストーリー中のテキストには用語解説機能が追加されます。この他にも見下ろしモード中の設備操作の改善やパイプのアニメーション改善、共有ジップラインの自動整備機能なども追加予定とのこと。以上で5月22日に実施された生放送のまとめを終わります。ご視聴ありがとうございました。